皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、前回本当に皆さんたくさんの励ましの言葉ありがとうございました。まさかですね、本当にこんなことになるとはもう全く思ってなかったんですが、まさかの退去ということで、もう半年後にはですね、このテナント物件明け渡さないといけないということが決定しております。でですね、まさか、これも本当にまさかなんですけど、仲介手数料と保険ですよね。これが全額返ってくるということで、これ返ってけへんのちゃうのというね、コメントもいただきました。で一応ね、これ書面で、いただいておりますので、おそらく返ってくるんちゃうかなっていうふうに思ってるんですが、こんなこと本当にあるんですね。本当に驚きです。それとですね、コメントで、ちょっとアクア熱冷めたんちゃいますっていうね、コメントいただきまして、これについてはですね、どうなんですかね。私、確かにね、最近あんまりこのアクアリウム、水槽とか立ち上げてなかったんですよね。っていうのも、やっぱり結構忙しくて、なかなかね、なんて言うんでしょう、このテナント部屋に、毎日、毎朝は来てるんですが、長時間ね、いるっていうことがなかなかできなくて、で、家族とのこのイベントとかもね、たくさんありましたので、なかなかまとまった時間っていうのをね、立ち上げるために使えなかったんですよね。やっぱり水槽のメンテナンスとかもありますし、そう考えると、一旦これ、退去して、またね、4.5畳の狭い部屋に戻っても、なんか逆にこのアクアリウム熱っていうのが、冷めるっていうよりね、もっと再燃っていうか、していくんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。はい。ただやっぱりこのテナント物件、かなり安くて、本当に条件的にはすごくいいので、もう惜しいっちゃ惜しい。でもこれ仕方ないかなとは思います。はい。ここまでね、いろいろ本当にたくさんのことありまして、これ本当に私 YouTube やってなかったら、もう途中でね、心ポキって折れて、もうアクアリウムとかやめてたんちゃうかなと、はい、思いますので、もう皆さんのね、温かいコメントというか励ましの言葉であったりとか、アドバイス、たくさんいただきまして、私もこうやってね、喋ることでストレス発散とか、できてるなと、はい、これ一方的なね、私の思いですので、もう本当にね、ありがたいというか、はい、改めまして本当にありがとうございます。さあ、ということで、今回のお話なんですが、気を取り直してね、アクアリウムの関連のことをお話していきたいなと思っております。で、今回はですね、皆さん、アクリル水槽って使ったことあります？はい。私ですね、アクアリウム始めてもう3年ぐらいになるかなと思います。で、3年間でですね、この半年ぐらいで初めてアクリル水槽っていうのを買ってみたんですよね。で、これが意外と良くて、今回ね、ちょっと皆さんもしかしたらアクリルにするかガラスにするかっていうのをね、迷ってらっしゃる方とかいらっしゃるかなと思って、ちょっとこのアクリル水槽を考えている方の背中を押したいと、そういうお話になります。で、そもそもね、アクリル水槽というか、最近、ちょっと私昔とか全然アクアリウムやってなかったんでわかんないんですけど、結構昔はね、ガラスっていうよりアクリル使ってらっしゃった方とか結構多かったんですかね。で、今はね、やっぱほとんどの人ガラス水槽じゃないかなと思います。かくいう私もアクアリウム始めた時はですね、もうガラス水槽一択ですよ。ガラス水槽を購入して、そもそもアクアリウムショップで売ってるものっていうのもほとんどがガラスですよね。で、ADA のキューブガーデンだったりとか、すごくね、製品の質の高いようなものっていうのを、私よく使っていて、で、この半年前ぐらいに90センチのアクリル水槽っていうのを買ってみたんですよね。で、これが結構良くて、ちょっともう早速結論ですよ。はい、結論なんですけど、結論から言いますと、90センチ水槽以上のサイズならアクリル水槽結構ありと。これがね、私の結論です。やっぱり60センチ以下、通常のサイズ以下であれば、ガラス水槽の方がね、やっぱり安いですし、何より種類も結構豊富なんですよね。だから、それぐらいのサイズ感であれば、やっぱりガラス水槽っていうのは、非常にいいのかなと思います。ただ、これね、私実際試してみたんですけど、90センチガラス水槽とかになってくると、もうね、水槽だけで3、40キロあるんですよね。
で、これ一人で運ぶっていうのはもうほぼほぼこれ不可能で、いやー、かくいう私も実際アクアショップに行って、わざわざ店員さんにね、90センチガラス水槽、これ ADA のやつですよ、を地面に置いてもらって、実際持ち上げれるかって試したんですよね。いや、そしたら、本当にびくともしなかった。いや、もう私の力がないのかなってちょっと思って筋トレし始めたんですけど、いや、そんなレベルじゃなかったですね。あれ無理です。で、まあ3、40キロぐらいだったら運べると思う人いると思うんですけど、いや、あのね、お姫様抱っことかやったら確かにね、まあ、50キロとかいけますよね。うん。いや、まあ、各いう私もですね、結婚式最後にそんなこと全くやってないですけど、まあ、今考えたらいろんな意味で不可能。まあ、小さいね、塊とかだったら、まあ、3、40キロ全然持てると思うんですけど、90センチ水槽って幅が90、奥行き45あるんで、いや、これなかなかね、正直厳しいです。はい。まあ、お友達とかいらっしゃったらいけると思うんですけど、私みたいにね、友達ゼロっていう人は、もうアクリル水槽一択じゃないかなと思います。で、私がこの購入したアクリル水槽なんですが、まあ、この螺旋階段をね、登っても全然いけました。これ一人でね、90センチのアクリル水槽、螺旋階段登って運べたので、いやー結構やっぱりこの辺は、まあ、非常にメリットというか、アクリル水槽の良さかなと思います。はい。で、ここでですね、逆にアクリル水槽のデメリットと言われていることについてお話をしていきたいと思います。まずアクリル水槽のデメリット、これ一つ目、傷がつきやすい。はい。いや、これ結構言われますよね。やっぱりガラスよりも柔らかい、まあ、材質になりますので、まあ、スクレーパーとか使っちゃうともう一気にガリガリいくということで、まあ確かにね、この傷のつきやすさっていうのは、やっぱ結構気になる方いらっしゃいますよね。うん。で、これ私の、まあ一個人的な感想なんですが、これね、意外と気にならないです。うん。これね、本当に意外と使ってみたらわかるんですが、意外とあんま気にならないですね。いや、まあ、掃除とかはですね、基本的にスクレーパー使えないので、まあ、メラミンスポンジとか、まあ、スポンジで水中の中でこするという分には、まあ、そんなにね、問題ないです。まあ、私も90センチ水槽、アクリル水槽をもう半年ぐらい使ってて、もう結構ね、もうゴシゴシいってます。なんですけどね、そんなに傷ってね、まあ、目立たないというか分かりません。うん。で、さらにですね、このアクリル水槽って、まあ、私一回これを皆さんにお見せしたと思うんですが、少々の傷なら、まあごまかせるというか、結構ね、綺麗にできるんですよ。うん。これ一回私動画にしたんですけど、中古アクリル水槽を購入して、ポリッシャーを使って綺麗にするという動画をアップしたんですけど、まあこれはね、逆にガラス水槽は、まあ確かにね、硬い分傷はつきにくいということになると思うんですが、まあ傷とかね、欠けがあったらね、これなかなか直せないですよね。で、まあアクリル水槽でやっぱ傷つくっていうのは、こう生体ね、はい。生体、まあ、プレコとか買ったら結構ガジガジってやられるかもしれないんですが、私ね、実際これ、オトシンクルス入れてます。オトシンクルス入れてるんですけど、これね、もう全然アクリル面、傷つかないです。はい。まあ、オトシンクルスぐらいの、こう、まあ、刃というか、まあ、一応、こう、アクリル面にへばりついて、こう、ね、苔を、こそぎ落とすみたいなことで、食べてくれてるんですけど、もう全然ね、問題ないです。うん。だからこの辺は、まあ、意外とそんなに私は気にならないです。はい。それでは、アクリル水槽のデメリット2つ目。これがフランジになります。いや、これね、まあ、メリットでもあるかなっていうことではあるんですけど、やっぱりね、このフランジが結構邪魔で、まずね、大きな素材が入らないです。まあ、私もですね、大きな流木が、まあ、私結構好きで、まあ一回これ入れようと思ったんですが、なかなかね、大きい流木、このフランジ、特にセンターのフランジ、これが邪魔で、いやー、入らないんですよね。うん、で、もう一つ、このフランジの幅が広すぎると、外部フィルターのパイプっていうのがかけられない場合がありますね。まあ、私のこの水槽も結構もうギリギリで、まあ、この辺はですね、ちょっとこう、特にガラス系のパイプとか使いたい場合はなかなか難しいかなと思います。
ただですね、アクリルは加工がしやすいということもあるんで、穴開けなんかも、結構可能ではあります。はい。あとはですね、フランジがあると、これメリットではあるんですが、少々の地震でも溢れにくいということもありますし、やっぱり生体の飛び出しリスクっていうのも軽減できたりします。フランジ、やっぱり邪魔やなっていうので、フランジなしのアクリル水槽も作れるということなんですが、やっぱりその分ね、厚みっていうのも必要になり、高価になってしまうっていうことなので、それだったらガラス水槽の方が、いいのかなっていうふうには思ったりします。はい、それではアクリル水槽のデメリット3つ目、これが耐久性になります。これはですね、やっぱりガラス水槽、ガラス自体っていうのは、なかなか劣化しにくいと、ほとんど劣化しないので、ガラス自体は半永久的に使えるんですよね。で、それに対してアクリルっていうのは、アクリル自体が紫外線とか熱で劣化してしまうんですよね。私の水槽もですね、ガラス越しの日光が当たる時間帯があったりして、これちょっと正直あんま良くないかなとは思ってるんですが、今のところですね、使用半年ぐらいだと、劣化は見られないということになります。確かにガラス水槽もやっぱりシリコンの劣化はありますし、結構ね、海水とか扱われる方だとシリコンの劣化っていうのは結構激しいということですので、海水とか扱う方はやっぱアクリルが多いということのようです。ですので、この耐久性っていうことに関しては、使い方にもよるかと思いますが、そんなにね、正直、ガラス水槽も、そこそこね、はい、やはりある程度の寿命っていうのはね、やっぱ5年ぐらい使ってきたらやっぱ買い替えかなと思うと、アクリル水槽とそんなに変わらないところかなとは思います。はい。それではアクリル水槽のデメリット、次いきます。次はですね、アクリルは水を吸収したり、たわみやすいということになります。やっぱりですね、アクリル板っていうのはどうしてもガラスよりも柔らかい素材になりますので、やっぱり水圧によって、特に中央部分のたゆみっていうのが結構気になるんですよね。私が最近購入した中古アクリル水槽もこれ見ていただいたらわかるんですが、このね、水槽も中央部分が結構大きく盛り上がってます。で、こうなると、レイアウト水槽には結構不向きで、やっぱりね、歪んで見えるんですよね。はい。で、あとはね、アクリルっていうと、やっぱり吸水性、水をね、吸う性質があるので、経年でより、こんな風に歪んだりとか、たわんだりしやすくなるということのようです。これもですね、ある程度実は防ぐ方法がありまして、それはアクリルの厚みを分厚いものにするということになります。これね、今回の結構結論に、なるかなと思うんですけど、90センチ水槽でアクリルおすすめっていうことなんですが、厚みが8ミリ厚以上っていうのが私の中ではおすすめです。この中古水槽多分ね、これ5ミリぐらいしかないと思うんですけど、5ミリだとかなりね、たわみます。たゆみます。ですので、レイアウト水槽ではね、この5ミリ厚のアクリル水槽は結構厳しいかなと思います。で、逆に、この8ミリ、これ底は6ミリなんですが、サイドは全部これ8ミリのアクリル水槽です。で、これだと、ほとんどね、歪みが感じられません。はい。これもう肉眼ではね、わからないぐらい。もしかしたら微妙に中央部分膨らんでるっていうのはあるかもしれないんですが、全然見た目ではわからないレベルです。あとはね、このアクリル水槽って結構やっぱり透明度が高いと言われてて、で、ガラスもね、高等化ガラスとか使ったらかなり綺麗な、ガラス水槽できると思うんですけど、やっぱりガラスってね、厚みが出れば出る分だけ、かなり透明度下がりますよね。その分アクリルって結構厚み、かなり分厚くしても結透明度高くて、綺麗に見れるというのがあります。ですので、干渉性っていうのは、アクリル水槽は分厚くなっても割と保たれるっていうのは、これはね、結構ありなんですよね。だからそう考えると、大きい水槽のサイズになると、やっぱりアクリルがいいのかなっていうふうには思います。はい。では続いて、アクリル水槽のデメリット5つ目。価格が高い。これも結構言われるんですけど、これは正直ね、ものによります。はい、このね、90センチの例えば45、45、
まあ90センチの普通のサイズですよね。このガラス水槽で安いもので2万ちょいぐらいします。で、私が購入したこの厚み8ミリアクリル水槽がだいたい3万ちょいでした。まあ、これが差1万円っていうところをどう見るかなんですが、まあ、ちなみにね、ADA のキューブガーデン、90センチ水槽、まあちょっと調べてみました。私ね、実際狙ってたんですけど、これ今見たら57,200円。いや、めちゃくちゃ値上げしとんな、これ。めっちゃ高なりましたね。まあだから透明度高くて、まあ軽いアクリル水槽で、まあプラス1万って考えたら結構私ありじゃないかなと思っています。はい、ということで今回はアクリル水槽を考えている方の背中を押したいということでお話をしてきました。いやー皆さんどうでしょうか。ちょっとね背中押せたんかな。まあどうですかね。はい、ということでまあ実際私も半年ぐらい使ってやっぱアクリル水槽のこの軽さっていうのは本当にねかなり魅力で、はい、ここの私でなんと明け渡すってなったとしてもこのアクリル水槽は自宅の方に持っていこうかなとは思っています。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。